皆さんこんにちは、若林よしこです。今日は専用の押し花はがきを使って簡単にできる押し花はがきの作り方の方をご説明したいと思います。専用はがきのご入手先の方は概要欄の方にリンクを貼っておきますが、お花もキットのものもありますので、ちょっとした合間に作ってみられればご自身の癒しタイムにもなるんじゃないでしょうか。押し花の作り方についても概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ご自身のお庭にたくさんお花を育ててらっしゃる方は押し花にしてはがきを作ってみるのもとても楽しいかもしれません。今から春になってとても押し花の綺麗な時期になりますので、ぜひ作ってみてください。こちらの方のチャンネルでは楽しいボタニッククラフトの方いろいろご紹介しております。ぜひチャンネル登録の方していただけたら嬉しく思います。材料の方を説明します。材料の方はいつものように概要欄の方に明記しておりますので参考になさってください。押し花です。押し花専用はがきの方を使ってみたいと思います。はがきと同じ大きさの白い紙をご用意ください。ピンセット、レジン、ときめきバサミの方を使います。では始めます。押し花を取り出します。押し花の取り出し方なんですけれども、開けて静電気やすいのでこのようにスライドさせて、そしてこの上もこういう感じでスライド、こうしてやっちゃうと全部お花がついてきてしまうので、こうスライドさせます。スライドさせて取り出すとうまくいくと思います。まずこちらの白い紙、はがき台のものをご用意ください。どのように押し花をデザインするか、こちらの方のはがきに作ってみます。デザインが決まりましたので、こちらの方に移してみたいと思います。中心に作ってしまったんですけれども、これでは文字がそんなに入らないので、左側の方に少しずらして仕上げたいと思います。専用押し花はがきの方を出します。上の和紙をこのように後ろにします。セパレーターを剥がします。セパレーターを剥がすともう粘着面が出てくるので、そこは気をつけてください。こちらの方にデザインを移し替えます。こちらからこちらに移します。このような感じで移していきます。パタッと押さえてなかったら剥ぐこともできますので、ギュッと押さえないでください。デザインが完成しました。決まったらこちらの方で押さえます。ツルツルした方をお花に向けてください。かぶせる時にお花が動かないように、先ほど剥いだ紙のツルツルした方でお花をしっかりと押さえます。これを今からかぶせますが、ここを押さえておいて、こちらをこう握って端の方を見てかぶせます。かぶせたら押さえます。少しシワが入っているようなところもこれで押さえれば綺麗につるんと仕上がりますので、しっかりと押さえます。でその時にお花とお花の間とかが行きがちになるので押さえておくようにしてください。箸にすき込んだような押し花はがきの方が出来上がったんですが、お花の色をはっきりさせたい時はレジンを塗ります。少しだけ取ります。後でどうせ拭き取るので、あまりここでベタッとつけないことがポイントです。今こちらの方とこちらの違いが分かりますか？今こちら塗ったところでこちら塗ってないところで、レジンを塗ると色がはっきりしますし、コートするので随分丈夫になってくるので塗ってやります。もちろんはっきりさせたいところだけでも大丈夫です。軟膏を塗るような感じで薄く塗ってください。では塗りました。色がはっきりできたので、レジンの余分なものを拭き取ります。ティッシュを用意して拭き取ってください。そしてこう書いてベタつきがなくなるまで取るようにしてください。これがベタつきのままだったら他のものと重ねた時にひっついてしまったりとかゴミがついたりとかしやすくなってしまうので、必ずベタつきがなくなるまで拭き取ってください。ちょっと触ってみてベタつきがなくなれば OK です。1日ぐらい硬化するのにかかりますので、自然硬化でいいんですぐにはがきとして使うのはちょっとお待ちください。1日ぐらいして表面のレジンがしっかりと硬化してからはがきとして使用してください。こちらの方に文字を書くときに先ほどの粘着面が出てきて文字が書きにくい場合はベビーパウダーをこちらの方に塗っておくといいと思います。
では少し失敗しやすい時にどうするかということについてお知らせします。最初に押し花はがきを作るときはどうしてもドキドキとしやすくなってしまうと思うんですが、お花をすごく押してしまうとお花がひっついてもう取れなくなってしまいます。なのでふんわりと置いてください。そうすると今から取り除くことができます。で、もしどうしてもちょっと取りにくいなっていう時ははがきの方をこういう風に曲げてやればこんな感じで取り除くことができます。デザインなんですけども、このような大きいのをこのまま使ってもいいんですが、小さくばらして使ってもいいと思います。あまりお花とお花が重なりすぎない方がいいと思います。和紙を乗せた時にここが膨らみすぎてしまうので、あまりお花とお花が重ならないようになさってください。今日は押し花はがき作ってみました。押し花の作り方についてもリンクの方を貼っておきますので、ご自身で育てたお花などを押し花にはがきにして額などに入れて飾っておくというのもいいのではないかなと思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。今日は専用の押し花はがきの方を使ってみました。材料の方はいつものように概要欄の方にリンクを貼っておきますのでご参考になさってください。では作ってみてください。